皆様こんにちは、パクヨンゼです。今更ながらブルージャイアント見ました。いつ見とんねんいう話ですけどもね、ブルージャイアントの映画を、拝見しました。本当にね素晴らしい作品でめちゃくちゃ感動しましたし、うわ良かったなとね見終わって思ったんですけど、ちょっと気になる箇所もあってですね、せっかくですので、いろんな方がすでにですね YouTube に感想など、アップされてるんですけど、僕もちょっと話したいことがあるなと思いましたので、皆様に聞いていただきたくてこの動画を作成いたしました。言うまでもないことなんですが、この動画はネタバレを含んでいますので、もしまだ映画をご覧になっていない方はここで動画を切ってください。映画をご覧になってから見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。最初に言っておきたいんですが、僕原作の漫画を一切読んでおりません。なので、ちょっと引っかかるところが何箇所かあったんですが、ひょっとしたら原作で説明されているのかなというところもありますので、もしそういうことであればすいません、原作を読んでいないということで映画だけを見た、感想です。もしそれ原作載ってるよとかね、原作ではそこちゃんと説明されてたよみたいなことがあればコメント欄で教えていただきたいと思います。まずですね、僕が非常に感動したところ、良かったなと思ったところ、言っておきたいんですけども、それはですね、お客さんの表情、セリフが非常に生き生きと描かれていたことですね。僕常々昔から言い続けてきたんですけども、パフォーマーの側の漫画とかアニメとかはもういいとね言い続けてるんですね。それ山ほどあるんで、例えばスポーツね、もうサッカーとか野球の漫画もいっぱいありますよね。そして、音楽を演奏する人のものもいっぱいあるわけです。で、料理人の方のね、漫画もいっぱいありますよね。で、僕ね今までね非常に良かったなと思うのはね、孤独のグルメっていうね漫画がありますよね。あれほんま素晴らしいなと思ってね。だから消費する側、鑑賞する側の人に焦点を当てて作品を作られたって本当に素晴らしいことやなと思ってまして、音楽にもですね、そのお客さんに焦点を当てた作品が欲しいなって常々思ってたんですね。で、もちろんブルージャイアントの主役というのは、ミュージシャンなんですけども、お客さんに焦点が当たるシーンが非常に多かったですよね。これ僕ほんま良かったなと思ってね。で、ブルージャイアントの映画を見てジャズクラブにですね足を運んでくださる方がたくさんいらっしゃるということで、これはね、このお客さんの表情を描いていることがとても大きいんじゃないかなと思うんですね。お客さんが感動してる様子、喜んでる様子を見て、自分もああいう風に感動してみたい、喜んでみたいと、僕も思わされましたし、映画を見て来てくださった方も、そう思われてるんじゃないかなと、感じております。なので、そちらの点はもうほんまに良かったな、素晴らしかったなと感じています。そして最後のね、方に出てくるドラムの演奏シーンですね。あれはもう音楽と映像が完璧にマッチしてましたよね。おそらく石若俊さんの演奏を撮影されて、それをそのまんま完璧に再現されてましたよね。あれもほんま良かったですね。だいたいこういう音楽系の映画とか、実写であってもですね、全然その役者が弾けてなかったりとか、全然違うところに指を押さえてたりして、興ざめになることが多いんですが、あのシーンはほんまに完璧にアニメでね、映像で再現されていてよかったですね。素晴らしかったと思います。本当に制作の方のご苦労を感じるシーンでもありましたし、とても感動することができました。はい、とはいえですね、何箇所か気になるシーンがありました。これケチつけたいわけじゃなくてですね、もうブルージャイアントという映画は興行的にすごく成功してますし、もうこれを見て、ジャズクラブに来てくださるお客さんもたくさんいらっしゃるということで、もう本当にもう言うことないんです。それはもうほんまに素晴らしいことなんです。そして映画というね2時間程度の枠に収めないといけないっていうのも分かりますから、本当に難しいことだと思うんですが、それでもちょっと気になってしまったなっていうことをね、一応現場でやってる人間からの意見としてちょっと言っておきたいと思います。まず主人公の青年がですね、仙台で育って、仙台で一人で練習していて、そして夢を抱いて、東京に行っているということなんですけど、まずこれがねちょっとね
と思ってですね、そんなにすぐ東京行くとなったんですよね。まずもう僕からしたら仙台って大都市ですよ。もう人口100万人超えてるわけで、大都市で、そしてジャズをやるところも何か所かあるわけですね。あの主人公は非常に豪快な人間性で描かれてるわけですけども、その豪快な人間がですね、いきなりなんか規定路線、レールに乗ったような行動をとるのがね、僕としてはちょっと違和感を感じましたね。なんか音楽をやるなら、芸術をやるなら東京に行かないといけないというようなですね、まあ非常に古い価値観、そういうものが反映されていてですね、僕としてはちょっとと思いましたね。ご存知の方はご存知かもしれませんが、日本全国にですね、ジャズを演奏できる店はありましてですね、特に大都市になるとですね、まあそれで生計を立てている方もたくさんいらっしゃるわけですね。例えば仙台はもう言いましたけど、それから札幌とかですね、あと名古屋、そして京都、大阪、神戸、この辺りはもう非常にお店がたくさんありますね。福岡とかもそうですね。そのまるでなんか音楽をやるプロになるには東京に行かないといけないみたいなね、ちょっとそういう規定路線みたいな描き方は僕は嫌やったなというふうに思いますね。東京にはもちろん一流ミュージシャンが集まるんですが、日本全国にね、一流ミュージシャンっていうのはいるんです。で、東京に住んでなくてメディアに載ってなくてもものすごい実力を持った方というのはね、たくさんいらっしゃるんですよね。で、そういう方の存在が隠してしまわないかなというのが心配になりました。ただ東京でねやるってならないと、お話としては作りにくいんで、そこも難しいのかなというのも分かります。次は、ピアニストの青年がですね、海外のバンドのトラというのはエキストラですね、で呼ばれるというシーンがありましてですね、彼があの時設定では18歳か19歳で、もちろん素晴らしい才能を持っている若者なんですが、あれもですね、いくら上手だと言っても10代の青年がああいう場面で虎に呼ばれるというのは実際にはないと思いますね。はい。おそらく呼ばれるとしたら30代から50代ぐらいの中堅どころの一流ミュージシャン、いろんなことに対応できてすでに経験も積んでいるという方が実際には呼ばれるはずです。まだ経験も浅いですね、10代の青年をですね、そして世間的にもまだ無名である、そのような10代の青年をですね、コットンクラブの舞台の虎で呼ぶというのはほぼないと思います。で、あの青年が本当に天才的な才能を持っていて別次元にすごいということであれば、彼自身を主役にしてですね、いくらでも出演すでにさせてるはずなので、そういう意味でもちょっとおかしかったかなということを感じました。実際にですね、ああいうお店の有名店のお店のブッキングマネージャーが10代の青年を虎として採用することは絶対ないとは言い切れないですが、ほぼないと思います。なのでそこも現実とちょっとずれているかなというふうには感じました。で、もう一つはですね、このジャズクラブでですね、演奏が終わった後にですね、外でサインを欲しくて待っているお客さんが4人ぐらいかな、そういうシーンがありましたね。出待ちしているということがありましたね。あんなことあります僕はね、僕ほんまいろんなとこで演奏してきましたけど、あんなこと一回もないですよね。はい。で、これはね、僕がないだけなんかなと思ってね。はい。人によってはあるのかもしれないですね。僕は全くないです。はい。本当にないですね。あるんですか？もしミュージシャンの方これ見てはったら教えてください。ある人はあるんですかね。本当に僕はそんなこと一回もないんで、こんなことあるかいって突っ込んでたんですけど、ある人はあるのかなってのは、お前がないだけやぞって言われたらそれまでなんですが、はい、僕はないです。それからですね、10代の青年のトリオのバンドでどんどんお客さんが入ってるようなシーンあったんですけど、あんなにお客さんは来るはずはないですね。来ないと思います。半年や1年ぐらい活動してるだけであんなにお客さんが集まるようになるというのもちょっと違和感を感じましたね。実際にはそんなに来ることはないと思いますね。はい。そしてですね、ここから音楽的なことなんですが、ブルージャイアントという映画というのはもうはっきり言ってジャズミュージックの映画ですから、
ジャズという音楽をですね、もう少しだけでも説明してほしかったなと思うんですね。ほとんど多分説明がなかったと思います。映画の中ではね。原作にはあるのかもしれないですが、映画の中ではほぼ説明がなかったです。どういう音楽かというのは。あとはですね、アドリブとかソロの部分にこそ人間性が出るみたいな、ちょっと細かいとこ違うかもしれないですが、そういう描写があったと思います。これもちょっと誤解を招くかなと思いますね。ジャズがそのアドリブ主体だったりであるというのは実は誤解で、それはジャズの一部でしかないわけですね。現にその1930年代以前のいわゆるモダンジャズと呼ばれるより前の時代においてはですね、そんなアドリブというのは別にジャズにおいての重要な要素ではなかったわけですから、このあたりはですね、ちょっとあまり断定的に言われるのは僕としてはちょっと違うかなというふうに感じました。どちらかというとですね、その人の人間性とか個性が出るというのはアドリブとかよりも音そのものかなというふうに感じますね。とにかくジャズという音楽にもいろいろありますので、ちょっとでもいいから説明してほしかったかなと思います。ただもちろんね、映画という時間の制約がありますので、そのあたりはもちろん制作段階で議論にはなっていたと思いますね。検討された上でそういう説明を省かれたのだと思います。次はですね、音楽に上原ひろみさんを起用したというところですね。上原ひろみさんっていうのは非常に素晴らしいミュージシャンの方で、もちろんご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、僕も何度かライブを拝見してですね、もうめちゃくちゃ感動しましたしですね、本当に大好きな尊敬している世界的な素晴らしいミュージシャンなんですけども、上原ひろみさんになんで音楽やらせたのかなっていうところがね、ちょっと疑問なんですね。というのもですね、彼女自身はですね、おそらく公的な場では一度もジャズミュージシャンと自称していないと思います。ジャズミュージシャンと紹介されることはあってもですね、彼女自身は私はいろんな音楽を、元に自分の音楽をやっていますとしか多分答えていないと思うんですね。なので、自分のやってる音楽がジャズだというようなことはおそらく一度もおっしゃっていないわけですけども、そういうミュージシャンの方にですね、ジャズというものを前面に押し出した映画の音楽を担当させるというのはちょっとどうなのかなというところが少し引っかかりました。で僕も、世代が近いですので、上原ひろみさんと、なのでですね、ちょっとあの映画に出ている主人公たちの年齢ともちょっと離れているのかなということは印象を受けました。僕としたらですね、東京に住んでいる若いジャズミュージシャンで何人かですね、映画の音楽を担当できる力のある人はいらっしゃったと思うんですね。だからどちらかというと20代30代ぐらいのですね、いわゆるジャズミュージシャンと自称している素晴らしい一流の若者たちにあの音楽を担当してほしかったなという思いはあります。ただしですね、やっぱりネームバリューですね。この人の名前で人が集まるというのを考えると、上原ひろみさん一択なのかなという気もしましたし、なかなか難しいところだと思います。もちろん今僕が言ったことくらいのことはですね、会議でもきっと出てきたと思いますし、そんなことは分かった上で上原ひろみさんにオファーをかけたのではないかなと思いますが、僕としてはちょっとそれはどうなのかなという印象を受けました。で、もちろん誤解の内容に言っておきますけど、音楽はほんまに素晴らしかったですよね。はい、もう素晴らしい音楽で、それは本当に感動しました。ただ、ちょっとこれもと思ったのは、音楽自体は非常に素晴らしいんですけども、スタイルとしては稀有な才能を持った若い3人が繰り広げる音楽としては割と古いスタイルやったかなというふうに感じました。もう何十年か前にやっててもおかしくないような演奏スタイル、音楽のスタイルかなというふうに感じましたね。はい。音楽がダメって言ってるんじゃないんですよ。はい。スタイルがやや古いかなというふうに感じました。だから今をときめくですね、すごい才能を持った10代の若手3人が果たしてあのような音楽をやるかと言われると、現実ではもっと新しいことをやってると思うんですね。ただしですね、これも興行としての映画ですから、多くの人が聞きやすいラインというのがありますね。そこをいろいろやった上であのような曲になったのかなと感じています。はい。なので、そこにもうケチをつける気はもちろんないんですけども、僕としては
現実の10代のすごい若者であればおそらくもう少し聞いたことのないようなサウンドで演奏するんじゃないかなと感じましたね。で、最後、明らかにですね、ブルーノートを、イメージしているソーブルーという店で、演奏してるわけですけど、ブルーノート東京の、システムを考えるとですね、あのようなバンドが出演可能とは、ちょっと考えにくい。現実ではですよ。はい。まして、ドラマーはもうほぼ初心者なわけで、そういう方がですね、いくら頼み込んだと言っても、出演できるということは、ほぼないと思います。僕はちょっと現実としては割とずれているのかなっていう感じはしました。もう少しですね、具体例は出さないですが、ブルーノート東京ではなくてですね、もう少し東京の有名店いくつかありますね。そういうところにしてくれた方が僕としては現実味があったのかなというふうには感じています。以上のことがですね、ちょっと気になった点かなということですね。でももう一回言っておきますけども、本当にこれはケチをつけてるわけではなくて、映画というね、2時間程度のね、時間の制約がある中で、本当にもう最高の表現をされた映画だったんじゃないかなと思います。なので僕がね今日言ったことぐらいのことはもちろん制作段階ですでに議題に上がっていることだと思いますし、そういうことをもちろん考慮した上でもああいう映画になったんだと思いますので、そこはもちろんね僕も分かった上で話しておりますけども、それは分かった上でもちょっと違ったかなという印象を受けました。とはいえですね、最初に言ったようにですね、このブルージャイアントの映画を見て、若い方がですね、ジャズクラブに来てくれるようになったり、お客さんが増えたりという現象がね、あちこちで起こっている話はもうすでに聞いておりますし、僕自身も、それを実感するような出来事がね、何度もありました。なので現場の人間としてはですね、本当にもうこれはとってもありがたいことで、よくぞこの素晴らしい映画を作ってくれたというね、もう感謝の気持ちでいっぱいですよね。僕からの要望としては、次はですね、お客さんを主人公にしたライブハウス、もしくはコンサート、そういうもののお客さんを主人公にした漫画、映画、こういうものをね作っていただきたいなとね切に希望いたします。そういう漫画が流行ったり映画が流行ったりすると、その現場もねきっとよりにぎわうことになると思いますので、ますます良い循環が生まれるんじゃないかなと思います。お前誰やねんと思われるかもしれないんですが、もしこれ見ていらっしゃってですね、何か企画してみようという権限をお持ちの方いらっしゃったら、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日は、ブルージャイアント、映画のブルージャイアントを、見た感想をいろいろ言わせてもらいました。面白かったです。感動しました。素晴らしい映画をありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。